どうも田舎もんです。前回はですねマーシーさんに手伝っていただいて庭のね木を伐採してきました。こんな感じでね大惨事になりながらですけども、なんとかね協力し合いながら木を切り倒していって庭の木をねきれいすっきり切っていくことができました。で今回はですね物置の方に戻ってきまして、とりあえずねここを生活スペースにしたいと考えていますので、コンクリを打つために、この段差残っていますので、ここをね削って整地していきたいと思います。地面を削っていくためにですね、だいぶ昔のね、固まる砂の動画に出てきたおばあちゃんのところでね、このツルハシを借りてきました。これをね、ひたすら地面、硬いんですよ、これが。これをね、ひたすら削っていきます。ある程度削ったら、これまたね、借り物の除蓮で土を集めて、またまた借り物の一輪車にね、こういう風に土を乗せていって、外へ運び出していきます。で、前まではですね、裏庭のね、隅っこの方まで運んでいってたんですけども、遠いので、ちょっとひらめきました。これね、家の北側ですね、裏庭と家の間なんですけども、ここにね、雨の時に水が溜まるので、ここにね、出た土を積んでいこうかなと。で、ゆくゆくですね、コンクリかなんかで傾斜をつけて、雨水を、裏庭の方へ流していくと。そういうプランでいこうと。またね、どっかで土を買ってきてね、ここに運んでってことを考えると、一石二鳥なんでね、なかなかね、いいひらめきだなと自画自賛しております。削っていくのはまあいいんですけども、この石がね、結構ゴロゴロ出てくるんですよね。こんなんはね、可愛いやつなんですよ。これも全然可愛いです。このレベルですね。このレベルになると本当にね、出すのも大変ですし、運ぶのも大変なんですよね。こんなん持ち上げてね、また腰いわしたらダメなんで、こうやって転がして外へ運んでいきます。とりあえずね、ここに置いときます。物置の外ね、こんな感じでもう物が溢れ返ってね、もうやばいことになってますよ。こんな感じでね、削って集めて、そしてスコップで一輪車に乗せて、そして運び出すと。その作業をね、もう自分でもね、見当つかないぐらい何十回繰り返しましたね。で、こうやってね、物置の中で一人でね、ずーっと、合計ね、3日間ぐらいはこうやって土をね、削ってたんですよね。仕事がね、遅いっていうのもあるんですけども、そうやってやってるとね、なんかこう自分のね、弱点とか欠点とか短所とか、そういったものにすごいね、目が向くんですよね。なんであの時ああやってうまくできやんだんかなとかね、自分は本当に気のちっちゃい人間だなとかね、周囲の方とここに住んでね、うまくやっていけるのかなとかね、そういった不安とか恐怖とか、そういったものをね、ずっと自分の心の中で感じながら、この土をね、削っていましたね。そして今、作業しているここですね、すぐ横がですね、こんな感じでね、ボロボロの土台が乗ってる石があるんですよね。なんぼボロボロって言ってもね、一応ね、この石は取っちゃいけないと思うんで、なるべくね、慎重に土をね、削っていってるんですけども、あんまりね、慎重にやりすぎても結局進まないんで、最後の方はね、結構大胆に行きましたけども。で、この柱ですね。この柱置いてあるので、これもね、石が取れちゃうとダメなので、こんな感じでね、土が持った状態で置いときました。この上にね、モルタルとかでこう砂利を入れて、ちょっとこんもりとね、山っぽくね、固めていけたら、それはそれでいい感じになるかなっていうイメージがあるので、これはこれでいきます。で、また別の日ですね、ひたすらこういう風に土を削っていってます。これ見てもらったらね、僕が気がめいってくるのもね、理解してもらえるんじゃないかなと思うんですけども。そしてね、石もね、どんどん出てきます。これはあくまで一部ですからね。で、土もね、運んでいってます。このね、裏庭と家の間ですね、こんな感じでどんどん土がね、溜まってきてます。イメージね、こんな感じで、で、この上にコンクリして傾斜をつけるっていう感じですね。
裏庭には木がたくさん溜まってるし、物置の横はゴミでいっぱいやし、もうどこを見てもため息が出るなって感じなんですけども。でですね、この隅っこの方ですね、隅っこの方は結構ね、やっぱちっちゃいツルハシがね、いいですよ、これは。細かいね、作業できますし、何よりもね、重たいツルハシずっと使ってると、ほんと腰がね、おかしくなってくるんでね、ちっちゃいツルハシやったらね、座って作業もできるしね、ぼちぼちやる僕には結構向いてるかもわかんないですね。で、まあこんな感じですね。もう本当にね、映像的に何の変わり映えもしないんですけども、同じ作業をね、ずーっと繰り返していってます。まあでもね、振り返ってみるとね、結構ね、進んできてはいるんですよ。もともとね、物置、こんな感じだったんですよね。もうゴミ捨てるのにね、一生懸命やってました。まあそれがですね、今ではこんな感じにね、まあここまで来たんですからね、まあちょっとずつ進んでますよね。そしてここはですね、井戸のところですね。まあ一応ね、蓋をしてあげて、中にね、ゴミが入らないように、気を使ってるんですけども、この辺りはやっぱりね、移動があるのが影響してか、地面がね、湿気っぽいんですよね。で、もうね、僕もね、だんだん慣れてきて、あえて映像には残してないんですけども、この辺りのね、石とかめくるとやっぱね、ムカデがね、結構大量に出てくるんですよね。やっぱりね、下から湿気が上がってくるのかなっていうふうに思ってですね、まあ、次回ね、またそのお話はしますけども、そのね、防湿シートっていうのをね、コンクリを打つ前に、この地面の上にね、引いていこうと思います。まあ、ここでね、寝るのにね、ムカデに襲われまくるのはやっぱ嫌なんでね、できるだけ湿気対策はね、しっかりしておこうと思います。これはね、井戸のポンプから繋がっていた塩ビ管ですね。もう使わないので、これは切って、そしてね、木の根っこね、こんな感じでね、繋がってるのも、こういうのもね、できるだけ切っていってますね。こんなことをしてたらですね、もう強敵が現れました。こいつですね、この石。ただこれね、出してみて思うんですけども、あえて入れてあるのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。こう地盤を固めるっていうためにね、家を建てるときに、この石をね、人力で運んだんでしょうね。もう数十年以上前の話なんでね。なので、あんまりね、これは取ってはいけないものなのかなと思ってね、なるべく僕も石を代わりにね、詰めてあげて、地盤がね、緩まないように考えてはいるんですけども、まあ、こんだけね、石が出てきました。もうこれ運ぶの偉すぎるんでね、一旦放置ですね。ちょっと疲れたんでね、休憩がてらコーヒーでも飲もうかなと思ってね、昔使ってたね、キャンプ用品を引っ張り出してきました。もともとね、キャンプが好きで、こういったね、道具はいろいろあるんですけども、この家ね、現状ね、ガスが通ってないので、まあ、こういったね、道具で、なんとかね、しのいでいこうかなっていう感じですね。で、このコップもね、物置を掃除してる時に出てきた、ちょっと可愛いコップね、使ってみようと思います。もうね、コーヒーも混ぜるのもめんどくさがるっていうね、もう性格出てますよね。で、一服してですね、また作業の方に戻ってきました。やっぱりね、こういったね、土台が乗っている石とかはね、ちょっと慎重に周りの土を削って、さすがにね、まあ、もうすでにもしかしたら家傾いてるかもわかんないですけども、もうこれ以上ね、傾かれても困るんで、慎重に作業していってます。で、こうやってですね、石をね、出すと穴が開いてですね、まあ、
小石とかね、砂とかで埋め戻す必要がまた出てきてね、手間が増えるんですけども、その代わりね、裏庭に運ぶ土とかね、石の量が減るので、なんかちょっとね、得した気分がね、味わえるっていう感じなんですね。なのでね、大きければ大きいほどね、石出すのは偉いけど、なんか出した時のね、なんとも言えないね、ラッキー感っていうのがね、味わえるっていうね、不思議な気持ちを味わってます。こんな感じでね、裏庭の方もね、だいぶ土が溜まってきて、なんとも言えないね、ちょっと儲けた感をね、感じてね、充実感感じてますよ。まあそんなんしてたらね、近所に住んでる、師匠であるマーシーさんがね、ちょっと手伝いに来てくれました。このね、僕が放置していた石ですね、もうこれをね、運ぶのがね、ほんと億劫やったんでね、来てもらってよかったですよ。こんだけ溜まりましたからね、凄まじい量ですよ。で、この巨大なやつはね、もう一輪車に乗せるのもちょっと怖いんで、まあ手でね、転がしていってます。まあこんなんしてるうちに、だいぶね、僕の腰もね、強くなってきましたよ。初めはね、多分、こんなんしたら一発でね、腰痛めてましたからね。まあね、こうやってね、2人でやるとほんと早いしね、楽しくていいですよね。頭ついてんけど、パーカーの中がやばい。で、マーシーさんね、せっかくシャンプーしたのに頭にくっつき虫ついてる言うてね、なんかもう可愛いおっさんですよ、本当に。こんな感じでね、これもう最終日ですね。まあね、土を削る方はね、大方終わって、で、石のね、運び出しも手伝ってもらったおかげでね、すっと終わりました。ただね、まだね、ラスボスがね、残ってるんですよね。こいつですね、まだね、全貌が見えてないんですけどね。こんな感じでね、僕もね、巨大な石をね、もう何十個もね、地面から出していったんで、だいぶね、出し方のコツみたいなのね、心得てきたんですけども、これはね、本当に偉かったですよ、これは。普通の石やったらね、このちっちゃいツルハシで、こう、テコの原理でこう、グッとするとね、大体のものは上がるんですけども、これはね、びくともしないんですよね。で、さらにね、周りを削っていってですね、なんとか持ち上げようと試みるんですけども、まあやっぱりね、このちっちゃいツルハシでは全然ね、太刀打ちできないんですよね。そこでね、もう最終兵器、巨大バールですね。これね、物置に押してたやつを使ってるんですけども、こいつがやっぱね、最強ですね。
とうとうやったりましたよ。人類の勝ちですね、これは。それでね、こういう石をね、ひたすら埋めていきます。これでもやっぱりね、大きな石の方がね、もう地盤を固めるっていう意味では、やっぱり強さはあるんでしょうね。なのでね、ちょっと若干のね、不安は残りますね。こんな大きな石をね、バンバン出していって大丈夫だったのかっていうね、そういうことを思ったりもするんですけども、まあでもね、出していかないとね、コンクリ打った時にね、ガタガタになりますんで、まあしょうがないですよね。そしてとうとうこいつをね、外へ出していく勝負がね、またこれ別の勝負がね、始まるんですよね。ここまで運んでね、ちょっと僕の心が折れました。本来はね、ここまで持っていきたいんですけども、もう諦めてですね、ちょっと上がったところにね、上がりきれなかった石たちのね、置き場所があるんです。ここですね。もうここで妥協しときます。まあこんな感じですね。いつものごとくね、100点満点の DIY っていうのはね、全然できてませんけども、まあ65点ぐらい、まあ60点ぐらいかな、あるかないかぐらいのね、仕事になりました。もともとね、こんな感じで、段差があった場所ですけども、こういう風にね、整地していくことができました。まあ、全然ね、真っ平らってわけにはいってないんですけども、この上にね、防湿シートを引いて、そして砂利を置いて、で、コンクリを流して、まあ、なるべくね、平らにできたらいいかなと、まあ、それぐらいの気持ちで気楽にやってます。そしてね、この井戸もね、このままではね、ちょっと気持ちも悪いし、使い勝手も悪いんで、どうしようかなっていう感じですね。次回はですね、防湿シートを引いていって、その上にね、砂利を巻いていくっていうことになってます。今回も最後まで見ていただいて本当に感謝です。また次回もよろしくお願いいたします。